おはようございます。今日は内定式ですね。10月1日。はい。もう多分全国どこでも内定式ばっかりじゃないですか。ぶっちゃけ、初任給とか含めて給料っていいんですか？給料は、いや、いいと思いますよ。なんか、大手の銀行とかでも、25前後ぐらいだったんで、うちも大体25前後で設定をしてて、プラス、インセンティブ、もともと僕はホスト出身の経営者っていうのもあって、歩合給に魅力を感じて、ホストやってた部分もあったんで、頑張ったら頑張っただけで、どこでじゃあ頑張りを見せるかって言ったら、店舗の売り上げからインセンティブが入るような仕組みになっているのと、あとは個人の売り上げ、カウンセリングで数字を取ったその数字に対しても、インセンティブが入るわけですよ。だからちょっとそこら辺はホストと似ている部分があって、なんでもう20代の子なんですけど、20代の子で結局かける6ぐらいのインセンティブのボーナスもらってる子、大体100万超えてますよね。自分で脱毛できるのも強いですし、サプリとかも充実してて、働いてるスタッフの対応が良かったんで、素晴らしいなと思って入社したいなと思いました。そうですね、やっぱり給料が高いっていうのはもちろんあるんですけど、無料脱毛が受けられるっていうところが結構気に入ったので受けました。ローラナさん、お願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。こういう感じ？テンション低いんだ。しっぽりしてるんですね。ご挨拶遅れましたが、この会社の統括でね、プロデューサーやってますローランドです。よろしくお願いします。皆さんこれから社会人になるということで、先輩たち経営陣からね、ありがたいお話聞いたと思うんですが、僕もね、何話そうかなといろいろ考えた時に、多分 YouTube だったりとか、そのね、自己啓発本だったりとか、多分ね、そこそこ読んだら分かると思うんですけど、働き方とか働くとはみたいなことって結構社会人になるにあたって教わってきたと思うんですよ。なんであえて働き方っていうのは今回は一切僕の口から言及せず、休み方とはみたいなところについて喋りたいと思うんですけど、皆さんね、社会人だったら働くことになると思うんですけど、結構大変なわけですよ。なぜなら学生は金を払って勉強するからお客さんだし、バイトって言えば、上に社員がいて、責任の所在は君たちないわけですよね。でも社会人だったら、割とギアを上げて、あなたたちは大人というようなくくりになるわけですよ。結構プレッシャーじゃないですか。毎日毎日大変なんですよ、働くて大変だから。でそんな中で、ちゃんとした休み方を知らねえと、社会人として、よくある5月病とかね、やみましたとかで出勤したくないですみたいな話になっちゃうと思うんで、正しい休み方を今からローランドさんが教えてあげようかなと思います。疲れてる時とか、あとは働きたくねえなって思ってる時とか、みんなもあると思うんで、学校行きたくねえなとかあったと思うのよ。バイト先行きたくねえな。そういう時って、スマホで言うと、パソコンで言うと、フリーズしてるような状態なんですよね。で、バイト行きたくねえ、学校行きたくねえ、そんな時にみんなはなんとなくスリーポーターのしか押してないような休み方をするわけですよ。なんとなく LINE をずっとラリーしちゃったりとか、バイト先の人と連絡取り合ってしまったりとか、完全にオフになるってこと多分なかったと思うんです。でもそれって本当に休んでるとは言えないんですよね。じゃあその電源のオフの仕方はどういうやり方かというと、まずスマホは一切触りません。
1日ぐらいスマホ触らなくたって死にはしないわけですよ。でなんとなくスマホだったりとかオンラインつながってるとやっぱ慢性的な疲労してきちゃうと思うし、完全電源オフとは言えないので、スマホは触らないとか、あとはなんともうね喋ることすらもしなくてもまあいいような一日を作ってみるとか、まあそれこそデジタルデトックスをなんかキャンプに行ってる自然に触れてみるみたいな、そういう休み方をするとスマホが電源オフにしてもう一回再起動した時にスムーズに動くように、気持ちもリフレッシュされると。社会人だったら意識してください。皆さんね、僕ら日本一目指してる企業で、レディースメンズともに、まあ、ほぼ今日本の2位なんですよ。でも2位は嫌いなんですよね。やっぱ一番がいいんで、ぜひぜひ皆さんが優秀な社員になって、もう俺たちはダントツの日本一だと言えるレディースライン、メンズラインしてるように頑張っていきましょう。以上です。以上をもちまして株式会社レディーバード合同内定式を終了いたします。頑張ろうね。じゃあ皆さんね、ありがとうございました。気をつけてね。変な人ついていかないようにお願いします。これエレベーター乗らなくない？これ全員順次ね、順番待ちだ。これちょっとしたアトラクションだもんね、これはね。ごめんなさい、皆さんちょっと YouTube の、撮れ高がちょっとなかったんで質問コーナーを急遽開始したいんですけど、まあ、勇気ある人2人ぐらい、ローランドに聞いてみ面白いこと質問できますよみたいな人いますか？ありそうだね。じゃなんで、はい、そんなに歯が白いんですか？なんで歯が白い？これはね、いい質問なんですよ。はい、じゃあ回収ね。ありがとうございます。皆さん美容のスタッフになりますよね。皆さん美容のスタッフになって、例えばみんなが塾行きますと、東大卒の塾講師と中卒の塾講師どっち行きたいですかって言われて、やっぱ東大の塾講師でも行きたいじゃないですか。やっぱり僕ら美容の商品なんで、自分がここに通った先の未来は、皆さんに投影するわけですよ。っていうところで言うと、皆さんは美しくかっこよくいるギブがこの令和のルッキズムと言われるこの世の中ですらギブがあると思うんですよ。はい、ということですね。だからいい質問でしたね。はい。あともう一個ぐらいいけちゃうかな。いる？じゃあ彼気になっちゃってるの。レジから。じゃあ、はい。まあ多分すごいポストなんだ。違う？何者だ？前職だ？何？バイト何してたの？おもちゃ屋で働いておます。もちゃ屋にいたんだ。名前は？桜井です。桜井か。桜井は何？おもちゃ屋にいたんだ。あ、全然今もおもちゃバンバンやってます。あ、おもちゃバンバン。桜井おもろいよ。おもちゃ売ってて、まあ、こんな見た目でホストと勘違いされるんですけど、一番なんかいい化粧品なんかあればなんか最近買ってよかったなってものちょっと教えて。最近買ってよかったもの。はい。でもそれで言うと美容のあれで絡めて言うとやっぱりね、皆さんね、無印良品は割と優秀だよっていうのをね、やっぱこう。なんでデパコスとかお客様に結構こういう質問されるんですよ。なんかおすすめの化粧品ないですかみたいな。で、まあ大体ピンとずれてるやつはなんか高いやつをこう言ってなんかちょっとマウント取って私これが美意識高いやつみたいなこと言いがちなんですけど、お客様のニーズに合わせて例えばそのね収入がそこまで高くない人の化粧品をおすすめしなきゃいけないわけですよ。ね。そういう観点で言うと、まあ、意外と無印良品は、結構優秀なんですよね。プチプラですけど、無印良品の化粧水は、まあでも肌綺麗だけど桜井はね。はい。ということで、じゃあそろそろエレベーターは開いたのかまだ開きましたね。ちょうどよかった。じゃあ桜井気をつけて帰るよ。じゃあ皆さんも気をつけて帰ってください。はい。じゃあ解散。はい。